夏の車中泊は暑いですよね。そんな時換気はどうされていますか？今回の動画はリアゲートストッパーの DIY です。今2月ですけど、キャンプシーズン到来に向けてリアゲートストッパーを早めに準備されてはいかがでしょうか。まずリアゲートはどんな設計になっているか見てみましょう。上のラッチが下のストライカーにはまる仕組みになっています。この車はキャラバンですが、ダンパーとリアゲートの重さのバランスが取れて少し開いた状態で止まっています。この状態でしっかり固定されていれば良いのですが、安定していないため風や揺れで閉まったり開いたりします。ストッパーの第一の目的は換気です。おそらく少しだけ開けたいという人が多いかと思います。前回は風通しは良いのですが、就寝を考えるとプライバシーや防犯面で問題がありますね。開こうとする角度はロープで止めれば OK です。閉まろうとする角度は何かを挟めば良いことになります。それでは1つ目の案です。これは安くておすすめです。最初から90度ねじれているのでこのまま使えそうですが、ラッチにはめる部分は金槌で叩いて小さくしました。あとラッチ側から先につけたいと思い、ストライカー側のフックは干渉部分をカットしました。ただしストライカー側から先につける場合はカットは不要です。2つ目の案です。ネットで購入した部品に一部加工して作りました。片方のアイボルトはグラインダーでカットしています。取り付けてみます。この案はしっかりしていて良いのですが、価格が高いですね。なのでおすすめしません。3つ目の案です。ロープを使ったストッパーにして開き、具合を調整できるようにしました。ロープを引っ張り短くしてコードストッパーで止めることができます。ストッパーを緩めてロープを伸ばすことができます。片側はカラビナになっています。少しだけ開きたいときは短くします。ストッパーを緩めて隙間を大きくできます。作るのは簡単です。塩ビのパイプ側面にファイ6くらいの穴を開けて、ストッパーに通したロープをその穴に入れて、片方には丸カン、もう片方にはカラビナを結びつければ完成です。これは安く作れます。500円以下ですね。ただしドリルが必要です。3案ご紹介しましたが、普通に市販品を買った方が良いのかもと思って買ってみました。Amazon でこれを買いました。これは高くないですし、しっかりしているのでおすすめです。もし開き、具合を調整したい場合は3つ目の案がおすすめです。今回の動画は以上です。もしおすすめの DIY ストッパーや製品がありましたらコメント欄に書いてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。